こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日はちょっと私はこっちを見ながら話してみようかなと思います。はい。今日のお話はぜひ皆さん聞く練習だと思って楽しく聞いてください。はい。えっ、とこの写真見てください。これはどこだかわかりますか？知ってる人多いですよね。そうですね。これは東京の渋谷。そうですね。渋谷の交差点のところですね。交差点ね。いっぱい交差点があってみんなが渡るところの写真です。はい。どうですか？来たことありますか？行ったことありますか？皆さん。ね、日本に来たらやっぱり一回は皆さん観光でここに行くって人多いですね。まあおすすめではないです私は。でも私好きじゃないから。そう、私はもう行くたびもうなんでこんな人がいるのかなって、思いますけど、まあね、よかったら来てください。でも私も外国の友達を連れて行ったことがあるんですけど、ここになんでここに行きたいのって言ったら、やっぱりみんながちゃんと信号が赤の時はちゃんと誰も渡らないし待ってるし、青になったらみんなが椅子ガーッと人が歩き始める。それが上から見ていて綺麗だから見てみたいっていう理由でした。その友達は。他の人はどういう理由で見たいのかよくわかんないんですけど、まあなんか有名ですよね。外国の人よく写真撮りに来てますよね。はい。ここの渋谷駅の上の方から写真撮ったりして、はい、みんな楽しそうでした。まあそんな感じでちょっと写真の紹介ですけど、このように東京も人が本当に多いです。はい。そして電車もね、皆さん知っていると思います。電車も本当に使う人が多いので、東京は特に多いですから、電車乗る人多いですよね。で、今日お話ししたいなと思ったテーマは、電車。はい。日本の電車で、一つ電車なんですけど、でも電車の中で物を落とした、なくした、はい。なくした時に、そうなんですよ。日本はなくしても見つかる。ね。そう言いますよね。ここの交差点でもそうです。もし交差点で財布を落とした。財布、お金が入ってる。入れ物ですよね。財布とか携帯電話を落としても大体見つかります。そうなんです。日本という国はそういう国です。そうそう。本当にびっくりするんですけどね、私もびっくりなんですけど、財布とかお財布は見つかりやすい。やっぱり中に ID が入っていたりするし、お金とかも結構そのまま何も取られないでちゃんとそのまま帰ってくる、見つかるっていうことが日本はあるみたいです。はい。でね、どうですか？皆さん経験ありますか？日本で何か落として見つかったっていうね。それはいい経験ですか？いや、実は見つかんなかったという悲しい経験ですか？どうですか？はい。じゃあ電車ではどうですか？電車の中で何かを落とした。なくなった。置いておいたら、忘れちゃった。持って帰るの忘れた。とか。はい。そうなんです。これ、もちろん私も日本に住んでいて、もちろんこのものをなくす、落とす。特に電車の中で。はい。たくさんあります。経験があります。でね、皆さんね、大丈夫でしょ？だって日本だから。見つかりましたね、絶対に。先生のものはありましたね。と思うでしょ。ですね、今日は見つからなかったものをちょっと先に言いますね。何だと思います？見つからなかったんですよ。私は今もあれはどこに行ったんですか？どこですか？誰が持ってる？誰かが使ってるって思ってます。
返してくださいって。私あれとっても気に入ってたのにって思ってます。うん。まあこの YouTube ね、見てる人がもしかしたらあれ持ってるかもしれない。私の。いや多分ないですけどね。はい。それは冗談ですけど。何だと思いますか？あ、スマートフォン。いえいえ。スマートフォンは落としたことないです。はい。でもね、拾ったことはあります。私2回ぐらい、飛行、新幹線じゃないわ。普通の電車で落ちてるの見つけて、届けました。駅のホームの人に、すいません、これ落とし物ですって言って届けたことあります。はい。で、私いい人。スマートフォンじゃない。私は落としたことないです、スマートフォンは。財布お財布お金が入ってるあの入れ物ないですね。お財布はそのまま持たないので、カバンに入れてるから落とさないです。財布を落としたことは一回もないです。はい。拾ったことはあります。やっぱり拾ったことはある。はい。それも小学生の時に。はい。そうなんです。ちょっとこれ言うと、小学生の時、私が10歳ぐらいの時に友達と遊んでいて、道にお財布が落ちてたんです。もうそのまま。で、小学生ですから、お財布だと思って見て、名前が書いてある、なんか ID みたいなのが入ってるし、クレジットカードも入ってるし、これは大変だと。探してる。この人はきっと探してると思って、すぐに友達と近くの交番、そうですね、警察より小さい、警察官がいる小さいとこですね、交番に持って行って、どこで落としましたって、すぐそこですとかで、私の名前とか電話番号とか、はい、聞かれて、その警察官の人にで答えて、で、じゃあよろしくお願いします、ね、見つかるといいですねって言って帰った。で、そしたらその日の夕方に電話がかかってきて、そうなんです、交番から、お財布の持ち主って言います。誰が持ってるっていう、持ち主が分かりました。で、あなたにありがとうを言いたいので、すみませんが交番に来ていただけませんかと言われて、で、はい、わかりましたって言って、小学生ですね、やっぱりね。はいって言って友達と一緒に行って、そしたらそのお財布を落とした人が、本当にすごく、本当にありがとうございますって、子供の10歳の私たちに、大人ですよ、言ってくれて、パンをね、いっぱい買ってきてくれて、袋いっぱいにすごい美味しそうなパンをいっぱい、いろんな種類のパン、カレーパンとかメロンパンとか、なんかいろんな美味しそうなクリームパンとか買ってきてくれて、こんな安いものだけどこれでお礼ですって言って、ありがとうございましたって言って返してっていうか、パンをくれた。そうそうで、よかったですよね、その人はね。ちゃんと財布が元に戻ってよかったねっていう。なんですけど、いや、私じゃないです。私は落としたことないです、財布は。はい。なんでしょう。私が落とした、電車でなくした、そして今も見つかっていないものは何でしょう。時計。時計も違うね。してるから。はい、言いましょう。もう言いましょう。答えはですね、お弁当の箱です。お弁当箱です。って弁当。そうです。皆さんもこれはインターナショナルな言葉になってますね。弁当ね。ジャパニーズ弁当って言ってますよね。そうですね。日本のランチボックスは美しい、美味しそうね。はい。あれですね。私仕事に行く時でしたね、あれね。ランチボックス、弁当箱って言います。箱のことね。弁当箱をちゃんと弁当を入れる袋に入れといたんですね。袋って言ってもちゃんとしたこの入れ物、カバンですね。で、私はたくさん食べますから、弁当も大きい。弁当ドーンと、なんかその中2つぐらい3つぐらい弁当箱があって、で、結構大きい、こういうぐらいの、このぐらいのサイズですかね。このぐらいのサイズのそれもチャックがチャックがつく、カバンに入れてたんですね。
このカバンはお弁当しか入ってない。でもあれはね、もう食べた。はい、食べました。食べた後で、どうしてなくなったかというと、疲れてたんですね。私仕事が終わって疲れてて、荷物をたくさん持ってたんです、その時で。弁当のその袋を自分の膝の上に置くことができなかったんですね。で、仕方ないと思って、その弁当箱だけ棚の上に乗せて、ありますよね、電車の中のね、上の棚ね、あそこにガッて乗せて、大丈夫、帰る時に見るから忘れない、絶対忘れないってすごく思って、大丈夫って自分で思ったんです。自信があったんです、忘れないって。で、忘れました。忘れて電車を降りた。はい、電車降りてしまって、でそれも家に帰って2時間ぐらいしてからやっと気がついたんです。あ、弁当箱がない。洗いたいと思ったんですね。弁当箱を洗おうと、次の日も使うから。ですがない。で、どうしよう。で、その弁当箱っていうか、もうこの入れ物ですよね。この弁当箱はね、別になくなってもいいんです。そんなに特別なものではない。ただ私はその弁当箱を入れていたこの袋がすっごく可愛いものだったんですね。それあるブランドの、そんなすっごい高いブランドじゃないんですけど、ブランドの景品といって、私が好きなメーカーのブランドの、その時もカバンを買ったのかな。カバンを買った時になんかプレゼントでくれたんですね、その袋を。ですっごい可愛いんです。で、どこにも売ってないんです。それは買ってくれたお客様にプレゼントする小さいカバンだから。ですごく私は気に入っていたんですね。だけどそれを電車の中に置いてきてしまった。でもそれから大変です。もうすぐ駅に行って、で駅員さんに聞いて、でない。そう、皆さんなくしたら、電車の中でなくしたら、その電車の、駅行くんですね。駅行って、ホームの働いてる人に聞いてください。すいません、電車の中で落とし物をしましたって。はい。で何で説明して、私こういうものがなくなった、ね、弁当箱でこういう入れ物で、そうですごいちゃんといろいろメモ取ってくれて、で探してくれたんですけど、そういうのは来てないですね、届いてません。で、届いてると大体もうすぐに駅員さんたちがなんか来たって言ってパソコンに入力しておいて、ここにありますね、今何々駅の受付のところに届いてますよ、そこに取りに行ってくださいと言うんです。だけどどこ見ても全然ないと。でもショックで、どうしようみたいな、もう自分のペットがいなくなったみたいな気持ちですよ。もううちの犬がいない、うちの猫がいないみたいな、もうどうしようと思って、はい。でダメだから、その後すぐ近くにあった交番に行って、交番みたいな、なんで交番行くんだって思うんですけどね。ちょっと頭がおかしくなってたんですね。交番に行って、すいません、私お弁当箱をなくしたんですって言って、でもちゃんと話聞いてくれました。どんなお弁当箱ですかって言って、もうちょっと私頭おかしくなってますから、もしかして私はあれをね、すごいあれ可愛いから誰かが取って届けないで、そのままどっか外に行って、もしかしたらなんか悪い人ですよね。なんかわかんないですけど、わかんないね。弁当箱だけ捨てるとか、または逆にお弁当箱を持って帰るかもしれない。わかんないですけど、何があったかわかんないですけど、なんかとにかく交番に行ったんですよ。交番まで行かなくていいのに、本当は。そうで、ない。でその後もうほとんど毎日それを駅員さんに聞いて、今日もないです。でそれをだいたい1週間くらい聞いて、ないです、もうないなって思いました。もうダメだなって
はい。だからあれは多分本当に可愛かったので、であれは買えないから多分欲しかったんだと思います。誰か。誰返してくださいと思ってます。そうですね。お弁当箱ですよ。でもその人持ってって、このいいな、この袋かわいい、使おうって思っても、開けたら中に誰かを知らない人のお弁当箱入ってるんですよ。なんか食べ終わったね弁当箱ですけど、気持ち悪くないですかね。そんなの持って帰って、そんなのもらいたいですかね。今思うと気持ち悪いですね。なんかね、嫌ですね。ちょっと変な人、気持ち悪い人じゃなくて、本当にあの袋を欲しいから持ってった人、使いたいですっていうそれだけの理由で持ってった人がいいですね。なんかお弁当箱でみたいな、女の人のお弁当箱持って帰ろうって、そういう気持ち悪い人じゃないといいなって今思いました。はい。だから本当に私その1週間ぐらいずっと悲しかった。もうずっと自分の犬がいなくなった。犬がいない。どこに行ったんですか、そんな気分。お弁当箱ですけどね。それも言ってしまえば景品というただのプレゼントで、私はお金払ってないでプレゼントのものですから、実はほとんど私は損をしていないんですけど、でもやっぱちょっと心がショックでした。そう。でもね、あともう一個あって、それは次は手袋なんですね。手袋も冬に電車に乗ってやっぱり荷物がちょっと多い時で、あとスマートフォン触っていたりすると手袋ですぐポイってどっかちょっと落ちやすいですよね。手袋わかります？冬につける手の形をしたあれですね。手袋ね。こういうね。はい。で、私はとっても気に入っていた手袋があって、で、それを落としました。はい。とっても気に入ってたんなら、もう本当にもっと気をつければいいのに、もう今は本当にもう自分が悪いと思ってます。そう。でも、すぐ気づいたんですね。ないって。その時はすぐ気づいた。駅ですぐに気づいて、えっ、と、そうですね。電車を降りた後にないって気づいて、すぐ駅員さんに、すいません、私、こういう手袋落としました。すいません、私の手袋は黒いんです。そうなんです、本当に黒くて、で、右と左の手袋をどっちも落としました。そして、どういう何かマークとかありますかと聞かれて、で、はい、右と左どっちか忘れたんですけど、片方に男の人、もう片方に女の人の刺繍がしてます。刺繍っていうのはこう糸で作って縫ったものです。男の人と女の人がいるんです。で、ロミオとジュリエットなんですって言って、で、そうですか。でもそれだけです。でも黒いですって言って、で、じゃ今はまだ何もそういう落とし物の連絡はないですって言われて、そうですよね。さっき落としたばっかりだから、まだ誰も持ってこない。でももしかしたら見つかるかもって私その時思って、大丈夫かもって思ったんです。で、仕事に行って、そのまま。そう、その時そうで朝ですから。そう、最悪ですね。仕事行く前の朝。で、仕事行って、で、帰ってきた時にもう一回駅員さんに聞いて、すいません、手袋ありますか？黒い手袋って。で、調べてもらって、ない。あれと思って。絶対あると思ったのに。もう時間経ったし、あると思ったんです。ないって言うんですね。嘘じゃないと思って。嘘でしょ。なんでスマートフォンとか財布は見つかるのに、なんで私の手袋は見つからないの？誰か使いたいんですかって思ったらそのぐらいで、ないって言われて、でそれをまた3日ぐらい続けて聞いたんです。ないないないって言ってんです。またなくした。弁当箱の次にまた私はやってしまった。また失敗した。あんなに気に入ってた手袋なのになんで落としたんだろうと思って、でもう一回説明したりして、ここに男の人と女の人がいてロミオとジュリエットなんですって言って
可愛いんですとか言って、そう恥ずかしいですね、私自分で可愛いんですとか言って、ないです。でだけどやっぱりそれも1週間ぐらいずっと聞いてずっと仕事終わった後ずっと駅に行って聞いて、で何回かは途中ではここの駅の情報だとちょっとわからないからもっと大きい駅に行って聞いた方がいいですとも言われたことあって、本当にそうなんです。いつも降りる駅じゃなくてもっと大きい駅に行ってもう一回聞くっていうこともしましたね。疲れるでしょ、仕事の後にそんな手袋探しですよ。で1週間ぐらい経った後もうダメかなって思ったんですけど、はい、警察は行かなかったんですけど、その自分でね、すいません手袋落としましたよね、その時は行かなかった。はい。でもう一回駅員さんにある日聞いたら、ありますと言うんですね。あ、黒い手袋女の人のですよね。そうです、私のです。男のじゃなくて女用のです。でここに女の人と男の人が書いてあって、ロミオとジュリエットなんです、可愛いですって言って、あります、データにありますって言われて、どこですか、どこにあるんですかって聞いて、これは今駅にはありません。これは今警察に移動しました。ちょっと時間がある一定この忘れ物のとこにあると何日かするともう忘れ物がいっぱいになっちゃうんで、そしたらその後警察に行くんですって言われて、みたいな。私のロミオとジュリエットの手袋は警察今と思って、そうなんです。だからちょっと本当にびっくりしました。それ聞いた時、本当です、本当に警察と思って、耳を疑うっていうんです、そういうの。耳を疑う、本当ですかっていう意味で警察行ったら返してもらえますから警察行ってくださいって言われてわかりましたと思って、で仕事終わった後、うちから結構離れた、それもその駅からも歩いて15分ぐらい離れた結構遠い大きい警察、はい、交番じゃなくて警察です。はい、もう警官たちがいっぱい働いてるようなすっごい大きい警察に行って、もう夕方6時ぐらい、やっと着いたと思って、初めて私警察に入ったな、ここはなんだここと思ったんですけど、もう入ったら10人ぐらいの警察官が座ってんですね。警察官なんかもう怖いんですねでもみんな見てるんです、私のことを。でなんか他の人誰もいなくて、その警察官しかいなくて私のこと見てて、ですいませんって、忘れ物を取りに来ましたって言って、みたいな、そんなことかみたいな、事件じゃないのかみたいな、そんな感じで、はいはい何ですかとか言われて、それで私の手袋を落としましたとか言って、ではいはいはいとか言って、であります裏に持ってきますとか言って、で持ってきてくれたんです。はい、そうなんです。あったと思って、それがこれです。見てください皆さん、これ見えますかね、黒いでしょ、黒くて右と左に男の人と女の人がいるっていうのが、皆さんこれ分かります？これ私でも説明合ってるか、説明間違えてると思った。合ってますね。ちゃんと片方ずつに女の子がいて、でこっちは男の子がいます。で2人で合わせてロミオとジュリエットって書いてあるんです。これがやっとありました。警察で1週間もかかって帰ってきて本当に嬉しかったです。これに警察で会えた時本当に嬉しかったです私のですありがとうございますみたいな。もうこんなに大事にするんならもうなんかもう紐つけてもう手から絶対離れないようにした方が良かったぐらいですよね。本当にね、時間の無駄ですね。なんというか疲れる時間の無駄と本当に労力の無駄っていうんですけど、そういうの、疲れた。はい。
そんなことありました。だから本当にこの手袋には本当に勉強になりました。忘れ物をすると、てか電車で物を落とすと、最後は警察に行きます。はい。ということが分かりました。だから私のお弁当箱、もしかしたら警察に行ったのかもしれない。だけど、もう昔ですから、もうそれは捨てられた。うん。警察にもし行ってても、もう大体、2ヶ月とか言ってたかな。そんなに長くは置いておいてくれないんですね。当然他のものいっぱいありますから、他にもいろんな落とし物、傘とかハンカチとかカバンとかいろいろ忘れ物いっぱいあるから、ずっと置いといたら場所がねなくなってしまうので捨てられちゃうんですね。だからもうないんです。私のお弁当箱はもうないんです。どこかに行ってるんです。はい。なんかもうそう思うと、もう誰か使っててくれる方が嬉しいなってちょっと思ってきました。だんだん寂しくなってきましたけどね、本当に。誰が持ってるんですか、あのお弁当箱は。私の可愛いお弁当箱。黒と白の柄の超可愛いです。はい。寂しいです。はい。寂しいです。そう思ってます。まあそんな感じで、皆さんも日本は何でも大丈夫。何を落としても大丈夫と思わない方がいいです。そんなことはないです。私のような、そんなお弁当箱なくなるんですよ。誰が欲しいのって気持ち悪いですよね。本当絶対見つかるってあの時思ったんですけどね。本当にだんだんちょっと本当イライラしてましたよね、あの時は。ね。ですので皆さん、もしなくしたらすぐ駅員さんに聞いて、はい。何回でも聞いてください。1週間は頑張って探した方がいいです。はい。そんなに簡単には見つかりません。はい。そういうものです。頑張りましょう。はい。皆さんの国ではどうですかね。見つかりますか？物がなくなって見つかりますか？どうなんだろう。はい。教えてください。そういうね、スマートフォンなくしたとか、財布なくしたでも見つかるっていうのは、それは日本のいいところですね。今のところね。そう思います。はい。ですので皆さんよかったら教えてください。ではでは、ちょっとだけ紹介をしましょうか。私は日本語を教えています。日本語の先生です。はい。私のオンラインレッスンの、はい、レッスンがあります。これは YouTube では見られないビデオレッスンというのがあります。これJLPT のために勉強している人とか、日本語もっと上手になりたい人のためにクラスを開いています。ぜひ見てみてください。オンラインですね。このディスクリプション、今日のビデオの下の説明のところ、ビデオの説明のところにこのオンラインレッスンのリンクが書いてありますので、そこからアクセスしてください。オンラインレッスンはビデオレッスンというのがたくさんあります。ビデオで見て皆さんが勉強するもの、YouTube と似てますね。時間があるとき自分で見て勉強できます。とっても便利です。それの N2 の読解とか N1 の読解のビデオレッスンとか、語彙とか文法とかのビデオがあります。はい。どれもビデオレッスンはとても便利なので、とても人気があります。はい。これも N2 語彙ですね。N1 の語彙と文法のビデオレッスンもたくさんあります。はい。ぜひ見てテストに合格してください。はい。毎年この読解のビデオは特にですね人気があって、これを見てテストに合格しましたという人がたくさんいます。はい。ぜひ皆さん次の、試験のために、テストのためにぜひ見てほしいなと思います。そしてあなたもテストに合格してください。頑張ってください。で、あとは、Zoom を使ったレッスンがあります。これは私と話しながら授業をしましょう。勉強しましょう。これはビジネス日本語。そうなんです。ビジネスの日本語です。仕事の日本語です。はい。難しいんだけど、でも楽しいです。はい。電話の日本語。電話どうやって仕事で話せばいいですか？
ねえ、難しいですよね。でも練習すればできるようになります。はい。練習してますよ。よかったらどうぞ。あとはプライベートレッスンのズームレッスンもあります。これはあなたが勉強したいこと何でも私が教えます。レベルも N5 から N1 レベルまで誰でも教えます。はい。JLPT の読解、リーディング、会話などなど何でもどうぞ一緒に勉強しましょう。で、私、英語とドイツ語を話します。日本語のレッスンだとちょっと難しいという人、私、英語かドイツ語でも教えられます。はい。どうぞ、心配しないでください。そして、そうですね。ですので、この、私のオンラインレッスンは、ぜひ、このリンク、下のディスクリプションを見てください。ディスクリプションは説明のところです。今日のビデオの説明のところ、詳しいビデオについて説明のところです。はい。ではでは、皆さん、今日は、こんな感じでした。はい。また皆さんね、今日思ったこと、皆さんの国では、どうでしょう、物をなくしたら見つかりますかというの、はい。はい、見つかるという国と、いや、絶対になくなりますっていう国と、多分、国の中でも、ここの場所は大丈夫だけど、田舎の方は、田舎では見つかりますとかね、いろいろあるかもしれない。はい。ぜひ皆さんの、意見と経験を教えてください。はい。いつも皆さんのメッセージを楽しく読んでいます。よろしくお願いします。ではまたお話しします。今日もありがとうございました。